こんにちは。スピリとビビチャンネルへようこそ。今回はあなたの人生を変える今後1ヶ月の大好転メッセージをテーマに未来の流れをリーディングしていきます。それでは深呼吸をして心を静めて直感で気になるカードを選んでみてください。1番を選択してくれた方のリーディングです。今後1ヶ月のテーマのカードを見ていきましょう。愚者の逆位置が出ています。今のあなたは変化の入り口に立っています。けれどその一歩を踏み出すことに少し怖さを感じているのではないでしょうか。愚者の逆位置は自由な冒険心よりも慎重さや迷いが前面に出てくる状態を示します。新しいことを始めたい気持ちはあるけれど、心のどこかで失敗したらどうしようとブレーキをかけてしまう。そんな足踏みをしてしまうような時期かもしれません。この1ヶ月は焦らず整える期間。まだ動かないことに意味があります。心の状態を整えることで次のチャンスをしっかりつかめるようになります。次に仕事運を見ていきましょう。審判の正位置が出ました。仕事面ではまるで再スタートを告げるような出来事がありそうです。過去に取り組んだことが再び評価されたり、一度諦めたことに新しいチャンスが巡ってきたり、そんな復活の流れを感じます。もう一度やってみたいという気持ちは見えない力が導いている証です。あなたの努力は見えないところでちゃんと積み重なっています。今後1ヶ月はその努力が報われる瞬間がやってくるかもしれません。ただし、愚者の逆位置が示すように勢いだけで動くのではなく、しっかり準備を整えてからの再スタートが吉です。焦らず落ち着いて再生の波に乗っていきましょう。次に恋愛を見ていきましょう。ワンドの3の逆位置が出ました。恋愛面では未来が見えにくい時期に入っています。ワンドの3の逆位置はこれからの方向性に迷いが生じるカードです。この関係はどこへ向かうのだろう。私の気持ちは本物なのかな。そんな思いが浮かんでくるかもしれません。ですが、オラクルカード、コンフェッション。誰かがあなたに何かを伝えたいというカードが出ています。もし連絡が途絶えていた人がいるなら、思いがけない言葉が届く可能性があります。あるいはあなた自身が心の中の本音を誰かに伝えるタイミングなのかもしれません。誤解や距離を作っているのは伝えられなかった気持ちの部分。勇気を出して自分の気持ちを整理しておくと恋愛の迷いが晴れていくでしょう。次に人間関係を見ていきましょう。死の正位置が出ました。人間関係には大きな変化が訪れます。終わりを示すカードですが、同時に再生も意味しています。人との関わりが自然に離れていったり、環境が変わっていくこともありそうです。でも、それは決して悪いことではありません。今のあなたに必要な縁だけがこれから残っていくというサインです。無理につなぎ止めようとせず、変化を受け入れることで新しい出会いの扉が開きます。人との距離感が変わるとき、それはあなた自身の成長の証でもあるのです。今後1ヶ月の流れを見ていきましょう。ルノルマンの雲とコウノトリが出ました。コウノトリは移動、変化、新しい環境を意味します。ですがその先に雲が出ているため、あなたの心には不安や迷いがまだ消えずに残っているようです。例えば仕事の変化、人間関係の変化、恋の展開、どの場面においても先が見えないことへの怖さがあるでしょう。心配はいりません。雲はやがて晴れるカードです。
今はまだ霧の中にいるだけで、すぐ先には光が見えています。焦らず自分のペースで変化を受け入れていきましょう。それでは最後に、あなたへの重要なメッセージと、この1ヶ月のまとめアドバイスをお伝えします。この1ヶ月は変化の波が押し寄せるとき。でもその波はあなたを混乱させるためではなく、本当のあなたを目覚めさせるために訪れています。愚者の逆位置は勢いだけで動かず、少し立ち止まって考えることを教えてくれるカードです。一方で、審判の正位置はもう一度立ち上がる勇気を与えています。そして死のカードは新しいサイクルの始まりを示しています。すべてのカードが伝えているのは、焦らなくていい。今は立ち止まり、心を整えるときということ。今は動けなくても、それにも意味があります。静かな時間の中で自分の気持ちを確かめてみてください。小さな希望がやがて大きな光になっていきます。変化は怖いものじゃなく、あなたを成長させるために来るものです。どうか安心してこの1ヶ月を過ごしてみてください。選択肢1のリーディングは以上になります。ありがとうございました。2番を選択してくれた方のリーディングです。今後1ヶ月のテーマを見ていきましょう。女帝の正位置が出ました。今のあなたには温かく包み込むような豊かさのエネルギーが流れています。女帝のカードは愛、実り、創造を象徴するカードです。あなたがこれまで育ててきたもの、仕事、人間関係、愛情、そのすべてが少しずつ形になり始めています。今後1ヶ月は受け取ることを意識して過ごしてみましょう。努力の結果や人の優しさ、思いがけないサポート、あなたが与えてきたものが今度はあなたに戻ってくるタイミングです。安心してください。自然と物事が整っていく流れの中に身を委ねてみましょう。次に仕事運を見ていきます。カップの3の正位置が出ました。仕事運はとても良好です。カップの3は喜びの共有を意味するカードです。仲間との信頼関係が深まり、チームワークが高まる時期です。あなたの存在が周囲の人を笑顔にしています。今後1ヶ月は一人で頑張るよりも誰かと協力することでより大きな成果が得られそうです。ちょっとした感謝やいたわりの言葉を伝えることで職場の雰囲気もさらに良くなっていくでしょう。また、これまで努力していたことが評価される時期でもあります。あなたの温かい人柄が確実に周囲に伝わっています。次に恋愛運を見ていきましょう。カップの6の逆位置が出ました。恋愛のカードは過去を手放して新しいスタートを切ることを教えています。カップの6の逆位置は昔の恋や思い出に心がとらわれていることを示すことがあります。けれども、オラクルカードのムービングのカードは新しい生活や引っ越し、パートナーとの新しい暮らしを意味しています。つまり過去にとらわれていたあなたが今新しい一歩を踏み出せる時期です。もし恋愛が停滞していたとしても、環境や距離の変化が心の変化をもたらしてくれるでしょう。引っ越し、環境の変化、ライフスタイルの見直し。そうした動きがあなたの恋を新しい形へと導いてくれるでしょう。過去を手放したその先に温かな未来が待っています。次に人間関係を見ていきましょう。恋人の逆位置が出ました。人間関係では少し注意が必要なタイミングです。恋人の逆位置は価値観のズレや誤解を表しています。あなたはとても優しく相手の気持ちを尊重できる人ですが、今後1ヶ月は相手に合わせすぎて疲れてしまう可能性があります。特に
仕事仲間や友人との関係では、相手の言葉を鵜呑みにせず、自分の心がどう感じているかを大切にしてください。またこのカードには、選択という意味もあります。人間関係においても、本当に信頼できる人とそうでない人がはっきりしてくる時期です。関係を見直す良いチャンスとも言えます。次に、今後1ヶ月の流れを見ていきましょう。子供と蛇が出ました。ルノルマンカードからは、経験不足によるトラブルへの注意が出ています。子供は純粋さや新しい始まりを表し、蛇は嫉妬、裏切り、誘惑を表します。つまり、素直さが裏目に出ることを示しています。悪意を持つ人の言葉を信じてしまったり、誰かの助言をそのまま受け入れて失敗してしまうこともあるかもしれません。なので、この1ヶ月は誰を信じるかを慎重に見極めてください。何かを決める前に一度立ち止まって自分の直感に耳を傾けましょう。あなたの心はすでに真実を知っています。焦らなければ誤解やトラブルはすぐに回避できるでしょう。それでは最後にあなたへの重要なメッセージとこの1ヶ月のまとめアドバイスをお伝えします。全体を通して見ても今月のあなたには成長と豊かさという美しい流れが来ています。女帝とカップの3が出ているだけでも運気全体はとても暖かく穏やかです。ただし恋人の逆位置や蛇のカードが示すように優しさが誤解される瞬間や信じすぎてしまう場面には注意が必要です。本当に大切なのはあなたの中にある豊かさを守ることです。自分の時間や心、信念を大事にしてください。この1ヶ月はあなたが受け取ることに恵まれる時です。愛されること、支えられること、認められること、どれも素直に受け入れて大丈夫です。ただし、誰の言葉を信じるかだけは慎重に選びましょう。その選び方があなたの幸せをより確かなものにしてくれます。あなたの心にある温かさや幸せがこれから少しずつ大きくなりますようお祈りしています。これで選択肢2のリーディングは以上となります。ありがとうございました。3番を選択してくれた方のリーディングです。まず、今後1ヶ月のテーマを見ていきましょう。カップのクイーンの逆位置が出ています。今のあなたはとても繊細で優しい人です。ただこの1ヶ月は、この優しさが少し疲れになってしまうことがあるかもしれません。カップのクイーンの逆位置は、感情が不安定になったり、人の気持ちに振り回されやすい時期を示します。人のために頑張りすぎたり、気を使いすぎて自分を見失ってしまうこともあるかもしれません。もし今、なんとなく心がもやもやしていたら、それはあなたが自分を大切にできていないサインかもしれません。この1ヶ月は頑張っている自分をいたわる時間を作ってください。一人で静かに過ごす時間、好きな香りや音楽、自然の中で深呼吸をする時間です。そうした小さな癒しが再びあなたの心を満たしてくれるでしょう。次に仕事運を見ていきましょう。ソードの1の逆位置が出ています。仕事運では集中力の乱れや方向性の迷いが出ています。ソードの1の逆位置は決断が鈍ったり目標がぼやけてしまうことを示しています。今後1ヶ月は無理に新しいことを始めるよりも思考を整理することを優先してみてください。例えば目の前のタスクを一つ一つ片付ける。一旦立ち止まって全体を見直す。そうすることで再び明確なビジョンが見えてきます。また、このカードは人との会話や言葉でのトラブルに注意するサインでもあります。誤解されやすい時期なので、メールや会話での伝え方は丁寧にしましょう。
感情的な反応を避けて、冷静に言葉を選ぶことが成功の鍵になります。続いては、恋愛運です。カップの2の逆位置が出ています。恋愛面では、すれ違いや誤解がテーマになりそうです。カップの2の逆位置は、相手との距離が一時的に離れることを示しています。どうして分かってもらえないんだろう。私ばかり頑張っている気がする。そんな気持ちになるかもしれません。でも、オラクルカード、They will be back。その人は戻ってくるというメッセージが出ています。今は一時的に距離ができているだけで、関係そのものが終わるわけではありません。むしろ今は、お互いに自分を見つめ直す時間。あなたが無理に追いかけず、自分を整えることによって、相手が再びあなたの元へ戻ってくる可能性が高いです。焦らず自分を信じてください。愛は静かなところで再びつながっていきます。次に人間関係を見ていきましょう。太陽の逆位置が出ました。人間関係ではちょっと気持ちが沈みやすく、誤解されやすい時期になりそうです。太陽の逆位置はあなたの良さが正しく伝わらなかったり、明るい気持ちでいようとしても空回りしてしまうような状況を示します。でもこれはあなたが悪いということではありません。ただ少しエネルギーが低下しているだけです。この時期は無理に人に合わせようとしなくて大丈夫です。本当に安心できる人とだけ過ごすのがいいでしょう。もし人間関係で疲れを感じたら、思い切って距離を置いてみましょう。それが心をリセットするきっかけになります。次に、今後1ヶ月の流れを見ていきましょう。十字架と魚が出ました。ルノルマンでは、苦労の先に実りがあるという強いメッセージが出ています。十字架は試練、忍耐、責任を意味し、魚は豊かさ、お金、流れを意味しています。つまり、今は苦しくても、その努力が大きな実りにつながるというサインです。この時期は仕事や人間関係で少し精神的に負担を感じることもあるかもしれません。でも、その試練を乗り越えた先には確かな成果や喜びが待っています。大切なのは逃げずに向き合う覚悟を持つことです。一度覚悟を決めれば、その頑張りは必ず形になって帰ってきます。それでは最後に、あなたへの重要なメッセージと、この1ヶ月のまとめアドバイスをお伝えします。全体の流れを見ても、この1ヶ月は心のバランスを整えるのが大切な時期です。感情が揺れやすくても、それだけあなたが真剣に生きているということです。カップのクイーンの逆位置は、あなたが優しすぎて疲れてしまったことを教えてくれています。そして十字架と魚は、努力の報酬を約束するカード。少し長いトンネルの中にいるようでも、その先には確かな光が見えています。この1ヶ月で大切なのは、人を癒す前に、まず自分を癒すこと。心を休め、焦らずに、自分のペースを取り戻してください。今はまだ雲の中でも、あなたの優しさと誠実さは、やがて大きな信頼と豊かさを引き寄せていきます。苦しさの中にこそ、次の扉が隠れています。この1ヶ月は、自分を責めず、静かな心で過ごしてください。その穏やかな日々の先に、あなたの人生を照らす新しい太陽が必ず昇っていくでしょう。これで3番のリーディングは以上となります。ありがとうございました。4番を選択してくれた方のリーディングです。まず、今後1ヶ月のテーマを見ていきましょう。ソードのページの逆位置が出ました。あなたのテーマは、情報の混乱や誤解を避けるということ。ソードのページの逆位置は、早とちりや思い込み、そして他人の言葉に揺れやすい時期を示しています。この1ヶ月は、
焦って結論を出さずに聞く力を意識することで状況が大きく変わっていくでしょう。自分の考えを貫くよりも今何を学ぶべきかに目を向けることが大切です。あなたが冷静に情報を整理できれば、霧が晴れるように答えが見えてきます。次に仕事を見ていきましょう。仕事面はとても好調です。願いが叶うカードであるカップの9が出ています。これまで努力してきたことが形になって現れるタイミングです。職場の人間関係が円満になったり、評価を得たりと心満たされる展開が期待できます。ただし、テーマカードのソードのページの逆位置の影響で、周囲の噂や軽い言葉には惑わされないようにしましょう。自分の力を信じて嬉しい気持ちはそのまま受け取ってください。次に恋愛を見ていきましょう。ソードの3の正位置と直感を意味するカードが出ています。今、あなたの直感が何か大事なことに気づくように警告しています。ソードの3は心の痛みや別れ、現実を見つめる時期を示しています。オラクルカードも今見過ごしているサインは後であなたを傷つけるかもしれませんと伝えています。つまり少しでも違和感を感じたらその直感を大切にしてください。相手の言葉や態度の裏側に目を向けて冷静に判断することがポイントです。悩むことがあっても焦る必要はありません。自分が安心できる方向を選ぶこと、それが一番大事です。時には少し距離を置いて自分の心を整える時間も作ってください。涙の後には必ず新しい愛の理解や気づきがやってきます。自分を大切にしながら心を開いて愛と向き合いましょう。次に人間関係を見ていきましょう。カップの7の正位置が出ています。今のあなたの周りにはたくさん選択肢が広がっています。友達や同僚からの楽しいお誘い、魅力的な話、ちょっと甘い言葉、どれも心が動くものばかりです。でも注意してください。そのすべてが本当のこととは限りません。気持ちが揺れやすい時だからこそ、現実的な目でしっかり見極めることが必要です。本当に信頼できる人は、派手な言葉や表面的な言動ではなく、誠実な態度や変わらない優しさでわかります。今は焦らず、心の声を頼りに人を選んでいくといいでしょう。誰と過ごすかであなたの毎日が変わっていきます。心地いい関係を大切にしながら、自分の心が安心できる人との時間を増やしてください。次に、今後1ヶ月の流れを見ていきましょう。熊と道というカードが出ています。このカードが示すのは、力を持つ人との関わりと決断の時です。熊は上司や年上の方、あるいはあなたの人生に影響を与える大きな存在を表します。そして道は選択や分かれ道を意味します。つまり今月は誰の助言を信じてどの方向に進むのかという決断を迫られる場面があるかもしれません。ここでのポイントは意識を少し変えることです。守られる側ではなく自分で選ぶ側として考えてみてください。心の中で本当に納得できる選択をすれば運命は力強く動き出すでしょう。それでは最後にあなたへの重要なメッセージとこの1ヶ月のまとめアドバイスをお伝えします。この1ヶ月は情報や人の言葉に振り回されやすい時期かもしれません。でもその中であなたはちゃんと大切なことに気づくことができるでしょう。仕事では少しずつ成果を感じられるようになります。恋愛では心の痛みを通して本当に大切なことを見抜くことができます。人間関係では
表面的な言葉や噂に惑わされず、本当に信頼できる人を見つけられるでしょう。そしてあなたがこの道を進もうと決めたとき、人生は少しずつですが確実に前に進み始めます。恐れずにあなたの直感を信じてみましょう。心の奥で感じるちょっとした違和感やふっと安心できる気持ち、どちらもあなたが迷わずに進むための大切なヒントです。あなたの未来はあなたの優しさや誠実さが道しるべです。迷いながらでも一歩踏み出せばその先に幸せが待っています。これで4番のリーディングは以上となります。ありがとうございました。5番を選択してくれた方のリーディングです。今後1ヶ月のテーマを見ていきましょう。今後1ヶ月のあなたを表すカードは月です。月は直感や感受性を高め、心の奥の気持ちを映し出してくれます。その分少し気持ちが揺れたり、不安になることもあるかもしれません。これから1ヶ月、あなたはこれまで以上に感情の波を感じやすくなりそうです。でも、その感情の揺れは、あなたの心のセンサーが敏感に反応しているということです。表面的な出来事よりも、心がどう感じているかを大切にしてみてください。月の光が優しくあなたを導いてくれます。次に仕事を見ていきましょう。ワンドのクイーンの正位置が出ています。仕事運はとても良い流れにあります。ワンドのクイーンは自信と魅力、そして周囲を明るく照らすリーダーのカードです。これから1ヶ月、あなたは周りに安心感を与える存在になります。この人に任せたいと思われるような信頼を得られるでしょう。あなた自身も自分の情熱をしっかり持ちつつ、人のサポートを楽しめる時です。ただし、月のカードが出ているので、感情に流されすぎないように注意してください。周囲の評価よりも、自分が本当にやりたいことを見極めることが成功の鍵となります。次に、恋愛を見ていきましょう。塔のカードとコミットメントのカードが出ています。Things are getting serious. 物事が真剣な方向へ進んでいくとカードが伝えています。恋愛ではとても衝撃的なある変化が起こりそうです。塔のカードは予想外の出来事や関係の再構築を意味します。これまで曖昧だった関係が急に真剣な方向に進んでいくでしょう。これまでなんとなく続いていた関係や古い考え方を手放す流れが来ています。でもそれは本気で生きるための前向きな変化です。最初は少しびっくりする出来事があっても、きっと心のどこかでこれでよかったと思えるはずです。月と塔のカードは揺れながらも自分の本当の気持ちに気づいていくことを伝えています。この1ヶ月の恋愛はあなたの心が目を覚ますような深い気づきの時間になるでしょう。次に人間関係を見ていきましょう。ワンドの9の正位置が出ています。人間関係では少し慎重になりやすい時期です。これまでの経験から心のどこかでまた傷つきたくないという思いがあるかもしれません。けれどこのカードはあなたの努力が実を結ぶというサインでもあります。今まで築いてきた絆や信頼はしっかりとあなたの周りに根付いています。不安を感じても焦らずに今の関係を大切にしてください。あなたの誠実さはきちんと伝わっています。そしてあなたを理解し支えてくれる人がちゃんとそばにいます。次に今後1ヶ月の流れを見ていきましょう。道と庭園のカードが出ています。これはとても素敵な組み合わせです。今後1ヶ月の流れを見てみると、あなたにとってとても前向きな変化の時期が来ています。道のカードはこれから訪れる選択や決断のタイミングを示しています。そして庭園のカードは人とのつながりや新しい出会いを表します。
今後1ヶ月はこれからどんな場所でどんな人たちとつながっていくのかを選ぶタイミングです。その選択によって新しい人脈やコミュニティが広がったり、恋のきっかけが生まれたりするかもしれません。あなたが心を開いて人と関わるほど人生はどんどん色づき広がっていきます。そしてその中にはこれまでの価値観を変えるような出会いがある可能性があります。道と庭園が揃ったこの組み合わせは新しい世界への扉が開こうとしているサインです。それでは最後にあなたへの重要なメッセージとこの1ヶ月のまとめアドバイスをお伝えします。今後1ヶ月は不安とワクワクが入り混じる変化の時です。仕事ではリーダーとして輝き、恋愛では運命的な出来事が訪れ、人間関係では信頼を深めるチャンスがやってきます。すべての変化はあなたの心の選び方から始まります。たとえ今は先がはっきり見えなくても、心の中にある小さな光を信じて進んでください。迷いながら見つけたその道が本当のあなたへとつながっていきます。あなたの選択がこれからの幸せを引き寄せていくはずです。これで5番のリーディングは以上となります。ありがとうございました。6番を選択してくれた方のリーディングです。今後1ヶ月のテーマを見ていきましょう。ソードのナイトの逆位置が出ました。今後1ヶ月のあなたのテーマは、勢いを整えること。ソードのナイトの逆位置は、焦りや思い込み、早とちりに注意というメッセージです。あなたはここまで本当によく頑張ってきました。でも今は少し立ち止まって息を整える時期のようです。がむしゃらに進むよりも、どこへ向かいたいのかをしっかり見つめ直すことで、あなたの努力は確実な形となって実を結びます。スピードよりも大切なのは進む方向。心の軸をぶらさず、ゆっくりでもいいのであなたのペースで進んでいってください。次に仕事運を見ていきましょう。ペンタクルスの10の正位置が出ています。仕事運は最高の流れが来ています。ペンタクルスの10は成功、安定、豊かさの継承を表します。家族、仲間、チームなど信頼でつながる関係性があなたを支えてくれるでしょう。これまで築いてきた努力がようやく実を結び、地に足をついた形で成果が得られるタイミングです。もし仕事上で次のステップを考えているのなら、焦らず安定を重視して進むことで長期的な成功につながります。人に恵まれる月でもあるので、感謝を忘れずに関係を育てていきましょう。次に恋愛を見ていきます。カップのキングの正位置と Give it time というカードが出ています。すべては最善のタイミングで起こります。流れに身を任せてくださいとカードが伝えています。恋愛運も穏やかで温かい流れです。カップのキングは成熟した愛を象徴しています。相手の気持ちを包み込むような優しさが関係を安定させていくでしょう。シングルの方は落ち着いた雰囲気の人との出会いがありそうです。一見ゆっくりした進展でも、それが最も自然で美しい流れです。お相手がいる方は焦らず信頼で結ばれる時間を育んでください。愛情は静かに、でも確実に深まっていきます。次に人間関係を見ていきましょう。ワンドのナイトの正位置が出ています。人間関係はとてもアクティブな運気です。行動力と情熱が周りの人たちを引き寄せます。あなたの言葉や姿勢に刺激を受ける人も多いでしょう。ただしテーマのソードのナイトの逆位置が出ているため、勢い余って他人のペースを乱さないように気をつけてください。思いやりと情熱、そのバランスを意識すれば、人との絆がさらに深まります。次に、今後1ヶ月の流れを見ていきましょう。魚と怒りのカードが出ています。
これは非常に安定したとても良い組み合わせです。魚は豊かさや繁栄。怒りは安定と定着を表します。つまり、あなたがこれまで努力して手にした成果、築き上げた関係、育んできた愛情がしっかりと根を下ろし、安定していく流れです。経済的にも精神的にも安心できる居場所が見つかるでしょう。ようやく豊かさを受け取る段階に入りました。ここからは守りながら確実に育てていく時期です。それでは最後にあなたへの重要なメッセージとこの1ヶ月のまとめアドバイスをお伝えします。この1ヶ月のキーワードは整える、信頼、安定です。勢い任せに走るよりも自分の心と向き合い流れに委ねることで全てがちょうどいいタイミングで形になっていきます。仕事では成功の基盤を築き、恋愛では穏やかな愛を受け取り、人間関係では信頼できる仲間と前へ進むことができます。焦らなくても大丈夫です。あなたの豊かさはすでに始まっています。静かに、でも確かに幸せの根があなたの中に広がっていきます。これで6番のリーディングは以上となります。ありがとうございました。